さて、悪魔城ドラキュラとピンボールの融合作がスイッチにも移植されたとのことで、このゲームは買いなのか、今回はピンボールスパイアの紹介を行います。こちらメトロイドバニアでのマップ探索をピンボールで行うアクションアドベンチャーです。ピンボールバニアを名乗っており、その名に恥じぬ見事な融合を遂げたゲーム性です。まずメトロイドバニアはご存知、悪魔城ドラキュラの英語タイトルキャッスルバニアとメトロイドが融合したジャンル名です。主に横から見た 2D プラットフォーマー系がメトロイドバニアを指すことが多いものの、中にはゼルダ風の見下ろし画面や 3D ゲームでも名乗ることもあります。画面の見た目よりもそのゲーム性や流れが準じていればメトロイドバニアに当たるとされ、ユーザー間でも認識されてきています。ジャンルだけではなく一要素ともなっています。主に多くの部屋で連結された広大なマップを探索し、新たな能力を見つけるごとに先に進められるパズル的な要素を含む作品を指します。途中でボスがいるというのも定番で、ゲーム難易度を上げることでソウルライクかのように動きを覚えないと先に進めることができない超難しいジャンルにもなり変わります。また悪魔城ドラキュラ要素として RPG 的な育成要素を含む作品もあります。主人公のレベル上げや装備集めも楽しめます。それとローグライトと組み合わせたランダムマップを採用した作品もあります。ローグバニアとも呼ばれ、それでも能力を得ないと先に進めないというゲーム性はそのままです。ここで今作ピンボールスパイアは見事ピンボールにメトロイドバニア要素を取り入れた作品となっております。まず景観が悪魔城ドラキュラ風です。西洋のランプが背景には立ち並んでいます。そして BGM がチップチューン風でもあり、アンダーテール的な盛り上がりを見せます。オープニングからとても美しい曲が流れ、雰囲気を上げてくれます。次に一部屋一部屋がピンボールゲームのステージになっており、中には細かい連結用の小部屋もあります。そこでは分岐路があったり、セーブが行える場所だったりします。一つのステージをクリアするためには、特定の場所にボールをぶつける必要があり、順番に当てないと扉が開かない場所もあります。一部屋だけでもパズル的でもあり、あるいは他の場所で能力を取っておかないと先に進めない場所もあります。ここら辺がもろメトロイドバニアの作りです。とはいえ、いかにも進むことができない場所には手前の部屋で分岐があるため、何か必要な能力があるんだなと察知できます。能力は3つ取るところまで今回進めましたが、1つ目がこのゲームの主な仕組みであるスローモーションと軌跡表示です。時間がゆっくりになるほか、フリッパーの上で発動するとボールの飛ぶ軌道が見えます。これをフル活用するゲームにもなっています。ピンボールは一つの部屋で得点をとことん稼ぐゲームが多い中、今作は先に進めることが主な目的のため、惜しまずに使う形です。その他2つは体に炎をまとい敵を貫通する能力と、加速し通常は壊せない物体を破壊できる能力があります。これら能力は適材適所であり、全てを駆使することで進められる場所もあります。つまり行き詰まったら現在の能力をひたすら試すことです。全然進めることができないと思いきや、この能力であっさり進めたということが発生します。このひらめき具合もまさにメトロイドバニアチックです。ただし何気に操作が難しいです。フリッパー操作だけでもボタン2つを用いますが、さらに3つのスキルを併用するとどのボタンを押すかが混乱します。スローモーションボタンを押しつつフリッパーボタンでボールを弾き、すぐに炎をまとわせ、押したまま敵を貫通して進むみたいな複数の操作を要求されます。ボタンを押すだけとはいえ、同時あるいは瞬時の判断が必要なため、これが難しさを上げています。それと能力を使うにはマナが必要です。この作品は悪魔城ドラキュラ的に育成が可能で、なかなか思った方向に飛ばせず先に進められなくても、何かにぶつけると経験値がたまりレベルを上げられます。それによりマナ最大値がアップし、それだけスキルもたくさん使えます。同じ場所で停滞してしまっても無駄にはならないうまい作りです。しかしそれでもパズルが解けなかったり、複数ボタンでの操作に戸惑うとマナ不足に陥ります。マナは敵を倒したりすると回復しますが、待ち時間というややもどかしい時間が発生するかもしれません。その場合は設定からゲームのチューニングが可能です。マナ消費量など抑えられます。優しいモードはあまり遊ばない人でも、この作品に至っては優しくするのは大いにありです。マナが足りずにイライラしてしまうくらいならば、消費を抑え気軽に先へ先へと進めるようにした方が楽しめる作りになっています。これから遊ぼうと考える方はチューニング設定を頭に入れておくと良いです。
その他ゲーム部分の特徴として、昔あったファミコンのピンボール的ビジュアルや文字集め要素、ブロック崩しであるアルカノイド的要素、あるいは上から下に弾を落とすパチンコ的要素といったボールを用いた複合的ゲームにもなっています。そこにメトロイドバニアゆえんのパズル要素が合わさり、見事ピンボールバニアと変貌を遂げました。新たなメトロイドバニア、あるいは一風変わったピンボールを楽しんでみたい方はチェックしてみてはいかがでしょうか。Steam でのリリース日は2024年10月2日で、現在 30% 割引の1120円です。またスイッチ版も最近登場しました。とても軽めのゲームのため、お好きなプラットフォームで遊ばれると良いでしょう。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ピンボールスパイア。オープニングの BGM がとても美しいですね。霧のかかった地平線の上に奇妙な戦闘？後ろのあの塔か。赤い目がこちらを見下ろしていると。突然現れた。塔にはどんな秘密が隠されているのか。内なる何かに呼ばれている感じがする。冒険の旅に出発だ。ボールは可愛らしいな。お、これがマップ？ドラキュラっぽい。あ、転がってきた。あ、もう泣き具合もそれっぽいね。西洋風だ。お、そっちじゃの？急に下に落ちましたね。今何すればいいんだ？特に説明はないけれど。どんどん転がって落ちていく。近墓地。さあ、骸骨だらけの場所に落ちてしまいましたね。しかしフリッパーが青く輝いた。L1 と R1。よし、押してみよう。ほら、いろんなものが弾け飛んでますね。で、真ん中の黄色いところに当てると、得点入ってんのかな？ R3 でスカウターに切り替わり、重要なものを調べる。時間が止まるんだ。青く表示されてる場所が重要な場所ですかね。頑丈なクリスタル、繰り返しヒットで砕ける。下は、クリスタルを砕くとゲートが開く。今は多分、落ちないようになってんだね。ここは、これ一方通行。上、これは直接開けられない。よし、わかった。とりあえず壊せばいいんだな。真ん中のあれを。ほら。壊れた？おう、下水路みたいな感じだね。で、下が開いた。おお。で、横にバンパーもついてる。これ下に降りていいのかな？じゃあ降りましょうか。ガラガラガラっと。どうした？上が開いたよ。降りたことで。新たな道が開いた。しかしボール、押し出された。で、いろいろ入手して、上に到着。よし。さあ次はどこ行くんだ？スカウターだ。このボタンを押すと、目標の単語の文字が点滅する。ズームもできる。ズームアウトもできるんだ。真ん中これ何かな？重要なオブジェクトがバリアで守られている。叩いても効果はない。じゃあどこを叩くんだ？ここに文字が表示されるんですかね？その昔のファミコンのピンボール。あそこら辺を放送させますが、とりあえず打ちまくってみよう。ほら。文字が確かに表示されてるね。カメラはボールを追尾するっぽいけど、左方が見やすいかな。現在文字が2つ表示されてるね。危ない危ない。落ちずに済みましたね。これ画面揺らすとか、それはないのかな？落ちる。これまた、下のフライ戻っちゃうの。それっぽいな。上に行くにはどうしたらいいんだ？わざと落ちた方がいいのかなこれ。さっきの感じね。落としてみようか。本来落としちゃいけないけどね、ピンボールゲームは。落ちるといいらしい。バリアが解けた。じゃあ狙いましょうか。ほっ。画面右側にはなんか黄色いゲージありますね。あれなんだろうな。なかなか当たらない。来た。フォーカスアビリティ。X 長押しで時の流れ遅くなる。難しいショットを狙うときに役に立つ。さらに、フリッパーの上にあるときにフォーカスアビリティを使用すると軌道がプレビューされると。アビリティとマナーを消費する能力を使うと。オーブで拡充。とりあえず上に行きたいから、フォース使ってみるか。長押し？これで、今だ！成功した。したっぽいな。さあ上のフラー。ここは何なんだ？ 100 点。早速、目標見てみよう。裂け目に入るとゲートが開く。そうか。入った。あれ？バツだね。レベルアップ。最大マナー増加。なんと、レベルアップ要素があるの、このゲーム。ピンボールゲームで。
ディスプレイにはゲートを開くために必要な緑の数100必要である。今87である。これで96。まだ下かなじゃあ。それでも確実に経験値は溜まってね、レベル上がっていくのはいいですね。右上、じわじわ経験値溜まってる。おー、来たー。オッケー。ここだ。よいしょー。来たー。次のステージ。くるっと回って。ここは、これのみだね、これ。フリッパーではなく、ネジだ。オブリビオンに出てきそうな。これ入れられるんだね。一気に上。おー。次もこれか。よいしょ。これはアルカノイド式でもあるね。ナッチアビリティ。左のジョイスティック。ボールを様々な方向に軽く押せる。これだ。3回使用可能。で、クールダウン。マナも使うと。再び。ほい。なんか取った。サングラスアクセサリー。ボールの見た目でも変わるんですか？ポーズメニュー。アクセサリーを装備する。顔かな？特に性能は変わんないんですかね。よいしょ。来た。あ、これスタートしてんだ。戻ってきた、こんなとこに。今だ。来たー。おう。ピンボールステージっぽい、いかにも。見た目からしてね。真ん中にもいろいろあるね。とりあえず目標は一番上かな。次はね、回転できるんだ。2位のタイミングで。いた。おっと。さらに上。また似たようなマップコードが。あれ何あれ。途中取り逃したけど。セーブ。まさかのセーブポイントだった。また、新たなピンボールステージ。どんどん壊しまくろう。なんだここは。なんかボスみたいなのいるぞ、真ん中に。ボス戦か。様子を見てみよう。トーチ。上には、このトーチである。トーチに火を灯すと。こっから上に行ける？右上。あっちに行くとどうなるんだ？違う道ですかね。おお、枝分かれしてる。さらに、くるっと回して、どこ行くんだ？お金がたっぷり手に入る。しかし、なんか戻りそうだね。奈落に落ちそうだ。はっ。新しい場所。なんかあるぞ。能力みたいのが。ファイアボールアビリティ。四角長押しで、ボールに火がつく。火がついてると跳ね返らない。通常の敵を突き抜ける。さらに、ファイアボールには別の用途。これじゃないか。トーチね。火つけてみよう。貫通しましたね。ここも、トーチでいいのかな。いけ、トーチ。押しっぱなしか。おー。レベル上がった。怪我の功名。これで、揃ったかな。お、よく見えるぞ。悪魔城にいるやつだな、こいつはまさに。来た。なんだここは。また何かアイテムが必要である可能性もありますね。一回ちょっと降りよう。こっから右に行ってみようか。なんだこれ。どうなってる？燃えろー。ぐるっと回って、あれ？普通に戻ってきたな。なんかあるんじゃないのここに。どっかで止まる人なんだかなこれ。ここか。新たな道か。なんかあるね。アーティファクト。ブーストアビリティ。まるで敵が特定のオブジェクトを粉砕する強力なショットであると。早速、丸押してみたところ、壊れましたね。これは正解だ。超破壊。真ん中に入ってはいいけど。星みたいなの破壊するのかな。そういうことか。今理解した。炎を使えば簡単だったんだ、ここ。マジかよ。こうね。すごい時間かかっちゃったよ。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。